。じゃあこの絵について教えていただきたいんですけども、おう。この絵は何を表現しようとしてこのような感じになったんですか？3次元と時間とパラレルワールド、その3つが、この絵のテーマです。はい。はい。具体的に解説していくと、これって全部同じ写真なんですよね。あ、確かにそうですね。同じ、この今レイうんヤー分けてるから書くんですけど、このうんうんう四角なんでん。すよ。全部どこをどう撮ってこもね、れがねこうだんだん大きくなっていって、大きくなったところも全部同じ四角。そう元は同じ絵ですね。パース変換もしてないんですよね、これ実は。動かしてるのは位置だけだけど、例えばここを撮るにしても同じ長方形なんですよね、どこ撮っても。うんだけどこれが表してるものって違うんだよな。ここではこういった立体を表してます、まず。はい、そうですね。で、これが時はい。間という軸に沿って、連続として、時間っていう連続体としてバーってこっちに流れていくのを表してます。でこれどういうことかっていうと、ここでのなんかピラミッドみたいになってるじゃないですか、ここはい。これってここの写真でも同じことが言えて、うんうんうん。こうやって同じように積み重なってるんですよね。ああ、外側にね。外側っていうか、ここが3次元なんですよ。この絵、この1枚が。ああ。だってこの1枚が3次元だから、うんうん。次の1枚も3次元で、その次も3次元みたいな考ああ。え方をしてるんですよね、この絵は。だからこれだけど、それ毎回描いてたらこれ多分終わるなって思ったので終わるなって思ったので、うん、正しい判断ですね。1枚目だけ3次元で描いたと。うん。1枚目だけ3次元、1枚だけ3次元で描いて、はい。他のがこれとかは2次元で3次元を表してるんですよ。うん。で3次元が奥に行けば行くほど時間が経ってる。これ時間 T ね。タイムうん。でってなってるわけなんですけど、ここで、はい。注目してみてほしいのが1点あって、ここ分かれてません？こうやって分かれてる。こっちとこっちに。ああ、方向性として。これ同じことが起きてるんですけど、これ目の向きが逆になってるの分かります？ここまで、こっち側に彫りが深い部位があったじゃないですか。うんうんうん。だけどここで逆転するんですよ。ああ。ここの2枚目で逆転が起きて、これでそのまんま進んだ未来と別の未来が、同じ層っていうのかな、同じ時間にあ、なってこうますね。3次元が羅列しているっていう。だからこれは4次元をあってね、これはこうしてやって、この絵は4次元から3次元を表した後にこれらを全部まとめて、 2D に落とし込んでいる。そうだからこの絵は価値があるんです。うん。4次元をそのまま絵にすることって無理なんですよ。でもうんうん。ピカソってやってなきゃ、ピカソがなんですごいかって言われてるかっていうと、ピカソって3次元のこういう例えば立体があったとするじゃないですか。ありますね。これを一面だけじゃなくて二面的多面的に見て一つのキャンバスっていうものに映し出したんですよ、こういう形に。空間ありますね。そうで、だからピカソがやってのけたことって、ああ。
3D3 次元から2次元なんですよね。に落とし込んだことがピカソの、はいピカソがやったことで、俺がやったことっていうのは、はい、もう一次元上から見てるのよ。時間っていう概念を持ちながら4次元をまず3次元に落とし込んだと、ここでね。うんうんうん、でその後これ自体をここをね、ここ自体を2次元っていうものに落とし込んだわけよ、これ全体を、でこれパラレルワールドの考え方を導入すると、これって4次元じゃなくて5次元になるんだよね。時間に横軸が生まれるから。わかるかな？時間の経過経過っていうか、時間が1方向と2方向にあるじゃん、この場合。ってことは時間ってこう無限にこうやって広がってるわけさ。うん、例えばあるところを起点にすると、ここが現在だとすると現在から無限に広がるわけね、こうやって。うんうんうん、で1本だけ表したものだと、これって4次元を2次元に落としましたよねってなるんだけど、これ2つ書いてるんだよ、パース的に。うん、ってことはなのでこの正確に言うと5次元なんだよね。5次元を5次元をまず3次元に落としましょうと。違う、3次元のものから5次元に消化しましょうっていう感じかな、どっちかっていうと。絵の見方としては左から見てって、左のこっち側から、そうですね、視線はそっちに行きますね。そうまずこれって3次元でしょ。3次元に見えるじゃん、なんとなく立体に見えますね。でこれは3次元のものなんだよ。でこれを時間軸っていうところでまず次に見てほしい。そうすると4次元になる。で途中で分岐してるんだよね、こうやってパラレルの考えをすると、つまり5次元5次元になる。でなるほど、それらをまとめてこの絵に2次元に落としてるわけさ。これって多分この世の中でできるの俺だけなんだよね。これは相当なことをやってますね。で理解できる人いるとは思ってないけど、なぜなら俺の妄想で描いてるから。妄想っていうかね、俺の想像で描いてるから。でも3次元って時間の経過とともにこう物体が移動してるわけじゃないのよ。物体が移動してるわけじゃなくて、時間っていうエントロピーがブーってこう移動してるわけね。逆だわ。こうやって移動してるのね。エントロピーがこう増大してるんで、だけどわざとこう小さくしてるの。なぜなら2次元に落とし込むとき、エントロピーが大きくなった時のものって解像度がめっちゃ小さくなるから、ここのものって解像度を小さくしたのね。なんだろう、未来に行けば行くほど解像度って物事低くなるじゃないですか。例えばあれですね、明日の朝飯を考えること、これって例えばじゃあ今日がこれだとしましょう。今日がこういうものだとしましょう。これ3次元です。で今日の朝飯食べました。明日の朝飯をここで考えます。これ3次元です。こういう3次元があって、だけどどんどんじゃあ1ヶ月後の朝飯ここでね、1ヶ月後の朝飯考えた時に分かるわけがないから、解像度を低くしたのね、わざと。まあくっきり見えてますけどね、この段階だと。だからエントロピーの増加ってエントロピーが増加することって時間が増加することなんだと私は考えてるんですけど、エントロピーが増加するにつれ解像度が下がるっていうことを表している。でこっちなんででっかくなってるかっていうと、逆のことをしたの。
そう2次元に落とし込むときにこっちが奥行きならばこっち手前にあるよねっていうそういうだけの考えで落とし込んでみた。はいよくわかりました。嘘つけ嘘つけ嘘つけっていう絵なので多分私は誰にも理解されようとはしていない。ただこの絵を描けるのはこの世の中で俺だけなんだよね。5次元を2次元にまで落とし込めるのはこの世の中で俺だけなんだよね。だからこの絵には価値があるんだよねっていうことを伝えたかった。なので皆さんどうぞよろしければ買ってください。